皆さんこんにちは。メタボのおっさんです。今回は大阪市中央区にあります黒門市場ご紹介したいと思います。コロナが流行する2020年まではインバウンド受け入れの成功例だった黒門市場。しかし新型コロナウイルスの流行によって市場から買い物客が消えました。2020年から2022年にかけてはインバウンドの人が全くと言っていいほど訪れなく、そして日本人の客足も戻ってこず大変な状態でした。しかし2023年、コロナ前の2018年19年を思い出すようなにぎわいに戻りつつあります。インバウンドの方に大人気の黒門市場。値札は外国語も多く、歩いている人もほとんどインバウンドの方。地元の人やプロの料理人は買いに行く市場になってしまったんでしょうか。2023年黒門市場を歩いてみます。早速ですが、オーバーツーリズムという言葉があります。オーバーツーリズムとは、特定の観光地において訪問客の著しい増加などが地域住民の生活や自然環境、景観等に対して受人限度を超える負の影響をもたらしたり、観光客の満足度を著しく低下させるような状況のことを言います。つまりインバウンドの方だけではなくて、我々日本人が日本の観光地にキャパを超えるぐらい訪れて地元住民の生活に負の影響を与えるというのもオーバーツーリズムになります。2000年ぐらいからの黒門市場の変化をご紹介しますと、大阪南の繁華街や地元の人などに愛されてきたフグ、マグロ、カニ、スッポンなど高級海産物を取り扱う店が多くて、年の瀬なんかには割と遠くからもお客さんが買いに来るような市場でした。そして黒門市場に限ったことではないんですが、リーマンショック後お得意さんやった飲食店が元気がなくなって潰れるお店が増え、黒門市場もシャッターが増えました。その後、若い人たちが飲食店を黒門市場で何店舗かする動きがありましたが、2011年頃からインバウンドの波が一気に押し寄せました。黒門市場はそのインバウンドの需要を受け止めるべく研究し、買った食材をその場で食べれるスタイルを作りました。それが大いに受けて、黒門市場を訪れる客は1日3万人、どの店も大行列、通りはすれ違うのも困難なほどのにぎわいを見せました。このような状態では地元の人がフラッと買い物に来たり、プロの料理人が仕入れできる状態ではなくなって、インバウンドの方しか歩かない市場になりました。この状態でコロナに突入すると全く人が歩かない商店街になってしまったんですが、実はコロナが流行する2年前の2018年、覚えていらっしゃる方も多いかと思いますが、関空の連絡橋にタンカーがぶつかって2週間ぐらい橋が渡れずに観光客が減った時期がありました。あの時は2週間ぐらいで渡れるようになったので、深刻に考えてなかったのかもしれませんね。そして2020年にコロナが流行して、黒門市場は人がほとんど歩かない市場になるんですが、2022年に私来た時はなんとか地元の人に戻ってきてもらおうとワンコイン祭りみたいなことをやってたんですが、2023年になったらその面影がない値段帯のものが今見てもらっているように並ぶようになりました。もうこれはね、でも商売やってたらしょうがないですよね。高いもんが飛ぶように売れるっていうのは。ただ黒門市場もインバウンドの方ばっかりに目を向けずに、地元の方やプロの料理人にもう少し気を配ったら、地元の人が文句言うようなことはないと思うんですが、
ただ黒門市場の型を持つわけではないですが、今回歩いて商品見て回った限りはなんか以前のようなむちゃくちゃ高い値段をつけてるお店ってそうないんですよね。確かに値段は高いんですが、値段なりのええもんを置いている。これが2年前との大きな違いじゃないかなと。2年前はね、もう少しちょっとみたいな、ものがみたいな値段で売られてたんですが、なんかね、やっぱ来る人も勉強しはるのか、そんなあぐらかいて高い値段つけてたら売れない時代になってきたんじゃないかなと思います。それでも観光地値段であることは間違いないとは思うんですが、このオーバーツーリズムをどうやったら解消できるかという問題ですが、日本には黒門市場のような新鮮な海産物売ってる市場がたくさんあります。そんな市場をもっと多くの人に知ってもらうことが大事じゃないかなと思います。地元の人やプロの料理人も仕入れることができ、観光に来たインバウンドの方もゆっくりと買い物や食べることができるような、キャパを超えすぎないような塩梅のバランス、これをサスティナブルツーリズム、持続可能な観光と呼ぶそうなんですが、これをこれからはどんどん推奨していくというか広げていくのが大事じゃないかなと思います。一箇所に集中すると、過度の負荷がかかってしまいますので、できるだけ適量な需要と供給のバランスを、築き上げてそれを維持するっていうことが大事じゃないかなと思います。日本もね、今後観光立国としてやっていくっていうことであれば、京都、大阪、奈良だけじゃなくて地方のね、魅力的なところもどんどん発信して多くの人に訪れてもらうことが必要じゃないかなと思います。特にね、インバウンドの方を受け入れるのに難しいことはなくて、適量な情報があれば今はもうすぐ翻訳できるので、コミュニケーションのトラブルも少ないかなと思います。金銭的なトラブルですけれども、QR コードの決済が使えばトラブルはかなり減ると思います。2、3年前にタクシーアプリができた時に、タクシーのうんちゃんは外国の方と一言も喋らずに目的地まで送ってって、お金もちゃんと決済できるから便利な世の中になったわって言ってはりましたが、まさに今はそんな世の中だと思います。このチャンネルも当初コロナでお客さんが減った飲食店を応援しようと思って、知り合いのお店とか大好きなお店紹介してたんですが、もう今は、お店もお客さんの足戻ってきて落ち着いているので、今度は、オーバーツーリズムを解消するために日本の魅力的な場所をご紹介していけたらなと思います。あんまりそこが有名になりすぎて、またそこでオーバーツーリズムを作ってしもうたら元も子もないんですが、ただやっぱりまだまだ地方の魅力的な場所は知られてない、日本人の人にも知られてないと思うので、これからどんどんそういう場所を発信していこうかなと思っています。ということでね、オーバーツーリズム起きてる地域では特にやっぱりインバウンドの人嫌う人多いんですが、やっぱ日本はね、今もう少子高齢化で景気も下がってるので、やっぱこれから観光立国として体力蓄えていかなしゃあないと思うんですよね。中には日本人だけで景気循環させれるわっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱ円安にもなっとるしね、どんどんちょっと旅行に来てもらって日本元気になりましょうっていう方が今はかもしれません。なんかこの考えが分かれるのって昔の明治維新のね、開国か上位かみたいな
ところと似てると思うんですが、やっぱ現実はやっぱり黒門を歩くと観光立国としてサスティナブルツーリズム考えていくのがええんじゃないかなと私は思っています。コロナが流行して2年間足踏みしたおかげで同じ過ちを繰り返さずに済むことができます。今我々にできることっていうのは、日本を訪れてくれはる人にできるだけ多くの日本の魅力を知ってもらって、日本中に散らばって、オーバーツーリズムが起こらないように、そして日本のあちこちに訪れていただいて経済効果をもたらしていただくのがええんじゃないかなと思います。堅苦しい話して申し訳ありませんでした。なんかね、値段あんまりみんな目に入らなかったんじゃないでしょうか。ごめんなさい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、いいねボタン、コメント等お待ちしております。それでは皆さんまた See you